ステップスポーツ水波店ぐり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 ぐるみ片桐です。はい、本日はアディダスから新作が登場で出ました。アディゼロアディオスプロ2とアディゼロプライム X ご紹介していきます。ちなみにこちらのアディゼロプライム X なんですけれども、公式レースでは使いません。なので公認レースで使えるアディゼロアディオスプロ2を中心に紹介していきますので、最後まで要チェックや。はい、ということで天白が沸きました。見てください、足元アディゼロアディオスプロ2履いております。デザインかっこいいですね。裏もこんな感じでかっこいい。さっと履いた感じはやはりですね、前作と比べて気持ちゆったりしたように感じます。ストレスフリーで最高の履き心地です。快適性がアップしました。はい、では今からね、天白川爆走していきたいと思いますので要チェックや。ということでアディゼロアディオスプロ2で見てください、1500m 走ってきました。3分30秒嘘です。本作のアディゼロアディオスプロ2、革新的な進化したシーン、びっくりしました。前作よりも安定感もあり、推進力もあり、そしてこの履き心地、快適性も非常にアップしました。詳しくはこの後お店でレビューしていきますので、最後まで要チェックや要チェックや要チェックや要チェック。はい、ということで天白川走ってきました。では早速アディゼロアディオスプロご紹介していきます。こちらのシューズのコンセプトが革新的厚底軽量エリートレーシングシューズ爆走第2世代勝負の5本指カーボンというのをですね、メーカーはコンセプトに作っております。でもその名の通り本当に革新的で、前作よりもアップデートいたしました。ではまずアッパーから前作と比較していきましょう。アッパーは前作はセラーメッシュなのに対して今作はセラーメッシュ 2.0 を採用しております。素材触った感じは今現行のモデルで出ているところだとアディゼロ匠1007に非常に似ています。似てるというかもう一緒なんじゃないかなっていうぐらい素材が似ています。前作に比較するとより薄くなって軽量化しました。でグルービー履いた感じ、履き心地なんですけれども、前作の方が生地が硬くてちょっとセラーメッシュの編み込みも補強が多いので、バシッとしたフィット感は前作の方が強いです。ただ前作の場合、これ人にもよるんですけれども、ちょっと締め付けが強すぎるとか、セラーメッシュが硬すぎて小指のところが当たる、長く走っているところの甲の部分が圧迫してストレスになるっていうお客様結構いらっしゃいました。そこの部分かなり改善されています。で軽量化になって薄くなったことによってそのホールド感とかバシッっていう感じは前作ほどではないんですけれども、かなりね快適です。で僕 YouTube で何回も紹介しています。足首周りのフィット感、少し生地が薄くなって心配だったんですけれども、これね見ていただくと分かります。かかとの補強薄いなりにしっかりしています。どうしても薄くなるとちょっと柔らかくなってしまうんでどうかなと思ったんですけどね、しっかりこのかかとにですね補強材入ってます。履き口も狭くなってるのでかかとのホールド感も落とさずに快適な履き心地を実現したと、非常にありがたいです。なので、前作と比較するとストレスフリーで快適になりました。ただグルービーみたいに足首周りガチッとしてる方がいい、生地も硬くてバシッとしてる方がいいっていう人にとっては
前作の方がいいと感じる方もいるかもしれません。はい、続きまして、ミッドソウルご紹介していきます。アウトソウルも一緒にね、説明してあります。独特ですよね。ちょっとなんかアルファフライを一瞬連想したんですけど、アルファフライもざっくりね、分かれてますね。ここね、内側だけパックリ開いてるんですよ。で、これ僕、見た瞬間、大丈夫なんでやねんねんねんって思ったんですけど、履いて立ち上がった瞬間思いました。なんかこう重心がちょっとこう外側に行くっていうか、アウトソールがこう外側についてて内側にないっていうことで、この辺でね、入りやすいです。外側から入ってこう母子球で蹴るっていうのがこう一般的な流れなんですけれども、これね、自然と導いてくれます。で、これ前作と比較すると非常に分かりやすいんですけど、全然違いますよね、もう。で、これ僕前作がまあすごくいいなぁと思ったんですけど、自分なりの設置のポイント見つけるのにすごく時間かかりました。前作は設置した感触が前足部だけなんかちょっと丸みがあるような作りになってて、少し安定感ないなーっていう感触でした。ただその設置のポイントっていうのを自分の中で掴むことができれば綺麗に跳ね返ります。僕の走り方の感覚ですけど、なんか前作はなんかね、この辺で入ると良かったです。で、この辺から入ろうとするとなんか安定感ないなって感じだったんですけど、ただ今作に関してはその前作よりもこれ癖がありそうに見えて癖がないんですよ。この辺のポイントから入って、で自然とこの辺の母子球で蹴り出してくれるようなこう正しい方向にね、導いてくれます。だからもう前作に比べたら僕圧倒的に今作の方が好きです。アッパーに関しては好き嫌いあると思うんですけど、ミッドソールとこのアウトソールの形状に関しては間違いなく今作の方が安定していて、力が逃げることなく推進力が前に行きます。で、前作同様5本指カーボン入っていますので、着地した時に横ブレも少ないですし、グングンっていうライド感も感じられます。はい。アウトソールはもう前作はね、かなりツルツルだったんですけれども、今作は前足部だけコンチネンタルラバーが入っております。大事なところにコンチネンタルラバーを付け出しました。で、無駄なところを排除するというね、このつぶつぶもおそらくそうですね、少しでも軽くしようということで、ここに穴が開いているのではないのかと思います。これね、メタスピードスカイもそうでしたね。で、ミッドソール、アウトソールについては簡単にまとめますと、ミッドソールはまあ前作と同じライトストライクプロ、ね、高反発の素材を使っていて、で、設置した時に前作よりも安定感もあって、推進力もあって、で、無駄なところはカットして、一番削れるつま先部分、補強してありますよと。最後の切り出す時のね、このグリップ力大事ですから、ここのグリップ、すごく大事です。はい。で、重量に関しましては個体差ありますが、グルービーが測ったところ、26センチで、前作のアディオスプロが 220g で、今作は26センチで約 210g でした。なので、少し軽くなりました。アッパーが薄くなったことで、軽くなったっていうところだと思うんですけど、裏のね、このコンチネンタルラバーであったり、耐久性が良くなったにもかかわらず、軽くなるっていうのはね、非常にありがたいです。はい、では、ディズルプライム X ご紹介していきます。で、こちらプライム X メーカーさんのコンセプトが、規格外アディゼロ最厚底エリートレーシングシューズ、今作規格外カーボン、5本のカーボンプレートに加え、3本ナイロンバーを重ね、それを3層のライトストライクプロで挟むことで、規格外の反発力を実現しました。規格外ということで、公式レースでは使うことができないシューズになります。で、これグルービー、足を入れてちょっと走ってみたんですけれども、まさに規格外です。もうびっくりしました。これも忖度なしで今まで履いたカーボンシューズの中で一番速く走れそうな気がしました。一番近いところで言うと、アルファフライネクストパーセントあたりが一番近いのかなと言えるぐらい、それくらい地面からの反発も感じましたし、何よりも推進力がえげつないです。本当に新感覚のシューズでした。履いてて楽しくなるシューズです。で、このシューズに関してましては、もう間違いなくもうフォアフットで走るシューズです。これだけ分厚いんで、かかとでついちゃうとグニャーってなります。しかもかかとでつくと外側に倒れるというね、それぐらい分厚いです。でも基本的にこのシューズに関しては、フォアフットでガツガツ走る選手におすすめです。もう今までに感じたことのないスピードを感じたい人におすすめのシューズになっております。で、
今、オンラインマラソンであったり、仲間内や学校内でタイムトライアルする方々も多いと思います。そんな時にですね、このシューズ履いていただいて、今までの自分にはない未知の世界へ行ってみるっていうのもありですよね。非常に面白いシューズになっております。他のメーカーにはなりますけど、エリウド・キプチョゲ選手がサブ2しましたよね。でもサブ2って誰もが体感したことないじゃないですか。だからある意味この自分の限界を超えるシューズになるので、未知の世界へ連れて行ってくれます。めっちゃ気持ちいいです。あとですね、このメーカーさんのね、技術ですよ。アディダスさんも本気出しゃもうめちゃくちゃスペックの高いシューズ作れるぞといった意味も込められている可能性もあります。ね。本当に間違いなくスペックの高いシューズっていうのは言い切れます。推進力半端ないし、反発もすごいし、やっぱフィット感に関してはアディゼラ・アディオスプロと一緒です。そんなにバシッてはまる感じはなく、快適にストレスフリーで走れる、アッパーになっております。で、しかも、アディゼロプライム X、これだけ分厚いのに、27センチで 255g と、めちゃくちゃ軽かったです。個体差はあると思うんですけれども、ただもう重量はね、あんま関係ないです。普通に厚底シューズに比べたら少し重たく感じるかと思いますが、それ以上に高速を感じられる推進力、反発力あります。はい、続きましてターゲットをご紹介していきます。アディゼラ・アディオスプロ2に関しては前作と同じ使い方で大丈夫です。ぜひマラソンのレースであったり、駅伝学校であれば10キロ長距離区間で活躍するシューズになっております。3キロとかすごい短い距離で使うなら僕は匠1007の方が好きです。なのでどちらかというと長い距離向き、ぜひですね、長い距離のレースで使っていただくことをお勧めします。で、こちらのアディゼロプライム X に関しましては、自分自身の戦いや高速の世界を実感してみたい人、その先へ行ってみたい人、ぜひ使ってみてください。はい、ではシューズのサイズ感もご紹介していきます。で、前作26センチでちょうど良かったです。で、今作も26センチでちょうど良かったんですが、気持ち縦が長くなったように感じました。そして生地が薄くなったことによって少しゆったりしたので、人によってはもしかしたらワンサイズ下げる方もいるかもしれません。ただ基本的には前作と同じ26センチで大丈夫かと思います。生地が薄くなって柔らかくなったので、横幅が細くて甲が低い人にとっては少しゆったり感じるかもしれませんが、逆に甲が高くて横幅が広い人にとってはかなり快適に履けるのではないのかと思います。アディゼロプライム X も同様です。最後までご視聴サンキューな。今回はアディダスから出ました新作2足高速爆速ご紹介していきました。で、こちらのアディゼラ・アディオスプロ2、間違いなく前作よりいいアップデートをしたので、ぜひこのシューズを履いて自己記録更新しましょう。そしてこちらのアディゼロプライム X に関しましては、自分の限界突破、ぜひおすすめです。グルービーも履いた時びっくりしました。ぜひこの体験してみませんか。高速です。はい、ではこの動画につきまして高評価ボタン、低評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントの方もどしどしお待ちしております。最後までご視聴サンキューな。はい、最後までご視聴ありがとうございました。ステップスポーツカナダ店のマキです。はい、ありがとうございます。さて、やっぱり今回注目すべきはアディゼロプライム X ですね。こちら規格外ということで、一般の選手は履けないんですけども、そんなことね、陸連登録をしてない市民ランナーの方には全く関係ございません。トップ選手は履けない、このライト感、反発感、推進力、これをね、ぜひ一般市民ランナーの方、味わっていただきたいと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。